日はプリントチョコレートを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、プリントチョコレートを作っていきたいと思います。今回はですね、100円ショップに売っている転写シートを使ってチョコレートに可愛いプリントをして仕上げていきたいと思います。中のチョコレートは生チョコにしていくんですけれども、今回は手軽に生クリームではなくて牛乳で作れる生チョコレシピをご紹介していきます。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ブラックチョコレート、牛乳、コーティング用チョコレート、転写シート、こちらの4つの材料で作っていきます。まず生チョコに関しましては、生クリームを牛乳で代用して作っていきたいと思います。牛乳に関しましては、必ずこの種類別のところに牛乳と書いてあるものを使用するようにしてください。チョコレートはですね、必ずブラックチョコレートを使うようにしてください。普通のね、クーベルチュールチョコレートとかの場合は、カカオ 50% 台のものを使用するようにしてください。そしてコーティング用のチョコレートですね。今回はこちら、テンパリングがいらないチョコレートを使用していきます。こういったね、コーティング用のチョコレートは100円ショップのダイソーで売ってる時もありますし、あとは富澤商店さんにも売ってますので、ぜひチェックしてみてください。そして転写シートですね。こちらも100円ショップのダイソーさんで購入したものになります。今回はですね、3つの柄があるので、こちらを使っていきたいと思います。こちらはね、ネットとかにも売ってますので、ぜひチェックしてみてください。そして今回は約11センチ ×14 センチの型を使用していきます。こちらはね、タッパーやバットなどを使っていただいて OK です。縦と横の長さがトータルで25センチぐらいのね、容器を使っていただくといいかなと思います。そしてこの内側にはですね、このようにクッキングシートを切って4箇所に切れ込みを入れて、そして中に敷き詰めておきましょう。そうするとね、このようにクッキングシートが中に入っちゃうので、これをね、仮止めしておきます。クリップなどで留めてください。はい、このように留めていただくといいかなと思います。こちらを必ずチョコレートをね、溶かす前に準備しておきましょう。ということで、早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきます。まずはじめに板チョコを細かく刻んでいきます。切りやすい枚数だけ重ねていただいて、そして細かめに刻んでください。で、こちらをですね、温めた牛乳で溶かしていきますので、できるだけね、細かめに砕いていただいた方が後々作業しやすいと思います。手でね、パキパキっと割っていただいてもいいんですが、このようにね、包丁でやっていただいた方が綺麗にさらに早く溶けると思います。はい、このように細かめに砕いてください。そしたらチョコレートは耐熱のボウルに入れましょう。はい、このようにボウルに入れてください。それでは残りも同じように細かめに刻んでいきます。はい、このように細かく刻んでください。チョコレートの準備はこれで OK です。それでは続いて牛乳を温めます。こちらを電子レンジ 600W で1分加熱してください。はい、1分加熱しました。加熱したらこの刻んだチョコレートに回しかけます。そうしましたら中央からゆっくりゆっくりまずかき混ぜてください。はい、そしてこのようにまずね、チョコレートと牛乳をしっかりなじませます。このように混ぜてもですね、まだチョコレートがゴロゴロ残った状態になってます。なので一度ね、こちらを電子レンジで軽く温めます。温めすぎると焦げる場合がありますので注意してください。こちらをラップをせずに電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜてください。そうするとね、チョコレートが溶けて滑らかな状態になってきます。これでチョコレートがきれいに溶ければ OK です。そうしましたらこちらの型に流し入れていきます。で、流し入れたら一度ね、全体を均一にさせます。そしたらね、少し高いところから 2,3 回落とします。そしてね、上下に少し揺らしていただいて、表面をね、できるだけ平らにします。それではここにラップをして冷蔵庫で5時間から6時間ほどしっかり冷やし固めてください。はい、
チョコレートが固まりました。まずクリップを外します。そして型から取り出してください。はい。そしてクッキングシートを剥がします。そして剥がしたら上にクッキングシートをかぶせて、そして裏返します。でこのね、側面の部分も剥がしましょう。ピリピリと。そしたらですね、まず縁の部分をね、少しカットしていきます。だいたい 12.5 センチになるようにまずカットします。で、カットするときはね、包丁を温めていただくと切りやすいと思います。縦幅は10センチになるように切っていきます。そしたらあとはですね、2.5 センチ幅のところに印をつけていきます。今回はね、2.5 センチ角ですが、こちらを3センチ角ぐらいにしていただいても OK です。そしたらね、このガイドに合わせて切っていきます。切るときはですね、必ずお湯で温めて水分を拭き取ってから切ってみてください。で、切ったら少し離しておきましょう。はい、ではどんどん切っていきます。あとはね、一粒ずつ切り離していきます。はい、全部切り終わりました。そしたらですね、一度15分ほどですね、冷蔵庫で冷やしてください。はい、それではね、コーティングの準備をしていきます。まずボウルにね、コーティング用のチョコレートを入れてください。こちらね、刻まず使えるので、このままで OK です。そして別のボウルにだいたい60度前後のお湯を張ってください。そしてボウルをお湯につけます。そしてこちらを溶かします。はい、このように綺麗に溶ければ OK です。そうしましたらこういったね、プリンカップのようなものを用意してください。ここに溶かしたチョコレートを入れます。コーティング用のチョコレートはね、すぐ固まってしまいますので、ちょうど入るぐらいのね、容器に60度前後のお湯を張って、この中に入れといてください。そうしましたら続いて転写シートの準備をしてください。こちらね、転写シートなんですが、中身はこのようにフィルムと、あとはね、紙が入ってると思います。そしてこれをですね、だいたい3センチ角ぐらいの大きさに切ってください。ではね、まずクッキングシートを用意してください。そしてあとはね、転写シートを用意します。まず3種類やってきますね。チョコレートを浸すときはこのチョコレートフォークって言うんですけど、先がねすごく細くなってるフォークが売ってます。こちらを使っていただくとねすごくやりやすいんですけれども、こういったものがねなかなかないと思いますので、そういった場合はフォークを使ってやってみてください。それではまずチョコレートをコーティングします。この中にポシャンと入れて、そしてすぐ取り出してください。で、しっかりチョコレートを切ります。そしてクッキングシートの上に置きます。はい、そしてこの転写シートをすぐ貼ってください。軽く指で押さえます。はい、こんな感じです。で、コーティングのチョコレートをね本当に固まるのが早いので、すぐね転写シートを貼ってください。そしたらまたこの中にチョコレートを入れて、そしてチョコレートをねしっかり切ってこの上に置きます。そしたら素早くね転写シートを乗せて押さえます。でもう一つはね、最後フォークでやりたいと思います。フォークでやる時も同じようにポシャンと入れて、でチョコレートを全体にコーティングして、そして取り出します。フォークはですねチョコレートが残りやすいので、しっかりこの縁でねチョコレートを切ってください。そしてクッキングシートの上に乗せます。そして転写シートを素早く貼りましょう。はい、こんな感じです。このように作ってみてください。それでは残りも同じように作っていきます。で、出来上がったら冷蔵庫でしっかりと冷やし固めてください。はい、冷やし固まりました。それではね、転写シートを剥がしたいと思います。ピリ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 。はい、ピリピリピリ、ピリピリピリ。はい、このようにとても可愛い仕上がりになってます。こちらがハートです。こちらが小さいカラフルハートですね。こんな感じでね、仕上がってます。皆さんもね、お好みの柄でやってみてください。はい、これでプリントチョコの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、可愛くプリントされて、お店で買ったようなね、チョコレートに仕上がってます。はい、そして断面はこんな感じです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ハートのプリントチョコをいただきたいと思います。いただきます。中のチョコレートが柔らかくて、外側がパリッとしててすごく美味しいです。この見た目がね、すごく可愛いですね。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のプリントチョコのポイントです。まずですね、今回のチョコレートなんですが、100円ショップに売っている転写シートというものを使ってます。こちらですね、100円ショップのダイソーさんで購入しましたので、ぜひチェックしてみてください。そして表面にね、コーティングするチョコレートなんですが、今回私はテンパリングする必要がないコーティング用のチョコレートを使ってます。板チョコでもね、コーティングすることはできるんですが、その代わりテンパリングという作業が必要になってきます。コーティング用のチョコレートは100円ショップのダイソーさんなどでも売ってますので、そちらを使っていただくとより簡単に作れると思います。あとはね、富澤商店さんとかでもね、コーティング用のチョコレートは売ってますので、もし見つからない時はね、富澤商店さんのネットやあとは店頭に行って調べてみてください。そしてまずチョコレートに関してなんですが、今回は手軽にですね、生クリームではなくて牛乳を使用してます。このレシピで作る時は必ず板チョコのブラックチョコレートまたはカカオが 50% 台のチョコレートを使うようにしてください。牛乳に関しましても必ず種類別というところが牛乳と書いてあるものを使用するようにしてください。そしてチョコレートとね合わせる時なんですが、牛乳の温度だけだとチョコレートが溶けきれないと思いますので、一度よく混ぜてからチョコレートごと電子レンジで30秒ほど軽く温めてください。そうするとチョコレートがきれいに溶けます。あとは容器に入れて冷やし固めて、その後ですね 2.5 センチから3センチ角の大きさに切ってください。こちらはお好みの大きさにしていただいて大丈夫です。そしてその後コーティング用のチョコレートをコーティングしていくんですけれども、こちらは湯煎で溶かしていただいて、湯煎で溶かしたらですねプリンカップのようなものに入れ替えていただいて、そしてフォークかまたはねチョコレートフォークなどを使ってコーティングしてください。この時にねチョコレートをあんまり入れすぎてると中のチョコレート自体も溶け始めてしまいますので、素早くコーティングして、そしてクッキングシートの上に置くようにしてください。さらにですねコーティング用のチョコレートは非常に固まるのが早いので、チョコレートをつけてチョコレートを切ったらすぐクッキングシートの上に置いて、そしてすぐ転写シートを貼り付けるようにしてください。そして貼り付けたらすぐ四隅を押さえてしっかりとねくっつけるようにしてください。そしてその後ですね冷蔵庫で冷やし固めてきちんと固まってから転写シートを剥がすようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ今年のバレンタインに作ってみてください。はい、ということで今日はプリントチョコを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。